魚を生で食べるのは日本だけの特殊な文化だ。そう思っている人は多いかもしれません。でも実はそうとも言い切れないんです。昔々、海と共に生きていた人たちにとって、取った魚をその場で生のまま食べることはごく自然なことでした。ただ、その習慣を気候や環境の変化の中でずっと続けることができた場所はそうあるわけではありません。それが日本列島だったと考える方が自然かもしれません。このシリーズでは、太古の昔に東南アジアに存在した広大な陸地スンダランドを起点に日本文化の成り立ちを考えていきます。今回は日本古来の魚を生で食べる文化から、その背景を詳しく深く掘り下げてみたいと思います。醤油やわさびをつけて刺身にしたり、お寿司にしたり、私たちがよく知る今の形が整ったのは江戸時代からと言われています。けれど、魚を生で食べる行為そのものは縄文時代にまで遡るのです。日本には古代人の生活の痕跡、貝塚が何千箇所も保存されています。日本人には貝塚なんて別に珍しいものだという認識はあまりないかもしれません。でも実はここが世界的に見るとかなり特殊なポイントなんです。というのも、古代人の生活の痕跡、貝塚が残る条件というのは実はとっても厳しいのです。まず、同じ場所でずっと同じ食文化が営まれ続けなければなりません。気候変動で貝が取れなくなったり、集落が移住して途絶えてしまえば貝塚は残りません。日本の土壌は火山灰由来の酸性の土壌なので、動物や魚の骨や貝殻などは何百年程度の蓄積であれば土に帰ってしまい、本来何も残らないものだからなのです。日本列島が特別だったのは、縄文時代前期から晩期にかけて、およそ7000年以上もの長い間、同じ場所で同じ食生活が続いて、貝殻を捨て続けた。そのために貝殻の主成分である炭酸カルシウムが酸性の土壌を中和して貝殻が腐食するのを防いだんです。そして貝と一緒に捨てられた魚の骨や魚を取ったり調理に使った道具なども腐食せずに保存されていて、これを調べると魚を焼いて食べていたのか生で食べていたのかまでも分析できるのだそうです。これ、人類史上非常に重要なことなんです。そのような研究によると、古代の人々は取れた魚を日常的に生で食べていたということが分かっています。特に生で食べられていたのは沿岸で取れるタイやスズキ、アジなんかの比較的小型の魚です。取ってすぐに食べなければならないため、主に集落の近くで安定して取れる魚が生食の中心でした。一方で、マグロやカツオのように船で沖合に出ていかなければ取れない魚は、陸に戻る間に鮮度が落ちてしまいます。また、一度に食べきれない血合いの部分が多いというところから、乾燥させたり燻製にしたりして保存されていました。削って出汁を取る鰹節の加工の原型もここに起源があると考えられています。栄養価が高くて身の量が多い天候などに左右されやすい沿岸漁に比べて、一度の漁で集落全体がしばらく食いつなぐことができました。大型の魚を保存して安定した食料源にする知恵。そのおかげで人々は同じ場所で同じ生活を何千年も続けることができたと言えるでしょう。貝塚が太平洋側の沿岸部に多く集中しているというのもそのおかげなのかもしれません。一方で沿岸で採れた魚を生で食べる習慣は実は日本海側の方が盛んだったと考えられています。岩場が多くて海水温が低い日本海側は、特に冬場は天然の冷蔵庫。太平洋側に比べると規模は小さいものの、安定して魚を生で食べられる環境が整っていました。そしてここからが本題です。生で魚を食べる習慣が続いていたということは、危険を感じる必要のない環境だったということでもあります。実はかつてスンダランドが存在していた東南アジアでも、魚を生で食べていた痕跡が残っているんです。
でも、東南アジアは熱帯気候。温暖な海では細菌や寄生虫が多いはず。いくら大昔の話でも魚を生で食べていたなんてちょっと想像しにくいですよね。それにもかかわらず、東南アジアの洞窟遺跡からは興味深い証拠が発見されています。東南アジアには古いもので5万年以上前、古代の人たちが生活していたと考えられる洞窟がいくつも発見されています。洞窟の中という特殊な環境のおかげで奇跡的に魚の骨が残っている場所もあるんです。生で食べられていたか加熱して食べていたか、そこまではわからないんですが、魚の骨が捨てられていた場所の近くに火を使って毎日調理していた痕跡が見つからない、あるいはあったとしても魚の骨の量に対してあまりにも小さいという点から、主に生で食べていた可能性が高いと考えられています。ここで大事なのは、東南アジアでもかつては魚を生で食べられる環境があったという点です。実は海面が現在よりも120メートルも低くて、スンダランドという広大な陸地が存在していた頃、東南アジアの海域は現在よりも海水温が低かったということが分かっています。これはスンダランドという陸地があったことで、海流の流れが遮られて、太平洋側の赤道付近から流れ込む暖流の影響よりも、インド洋側、南極方面から流れてくる冷たい海流の影響が強かったためだということなんです。つまり、当時の東南アジアは今私たちが想像するような常に暖かい熱帯の海ではなかったということです。およそ紀元前1万年頃から海面の上昇が始まり、環境は大きく変わりました。低地が海に沈んで、沿岸部が浅瀬の穏やかな海に変わり、暖流が陸地の奥まで流れ込むようになって水温も高くなりました。その結果、マングローブの森が爆発的に広がったのです。マングローブは魚の産卵場所としてエコシステム上大変重要な存在なんですが、その反面、菌や寄生虫が増えて沿岸で採れた魚を生で食べることが危険な行為になってしまったのです。ここが東南アジアと日本の食文化が決定的に分かれていく分岐点です。こうして生魚は危険という認識が強まると、人々は魚を加熱したり塩漬けにしたり発酵させる技術を発展させていきます。東南アジアの調味料に魚を発酵させて作るナンプラーというのがありますが、このナンプラーこそが東南アジアで魚を食べる行為が断念されたことの象徴なのだという説があります。そもそも魚が生で食べられるということ、そしてその旨味を知っていなければ、熟成させたり発酵させる発想そのものが生まれません。つまり、魚を生で安全に食べられなくなった環境で、それでも魚の旨味を最大限に利用するための到達点、それがナンプラー、魚醤だったというわけです。ここまで来ると、生魚を食べる文化と発酵させる文化は別々のものではなくて連続したものだったということがわかります。そして醤油や味噌の原型もある意味では南方の発酵食品文化の影響を受けている可能性があります。日本ではしょっつる、いしるなどの魚醤も作られましたが、その製法を豆や穀物を原料とする日本独自の菌、麹菌や酵母に応用し、最終的に定着したのが醤油や味噌だったのではないかということなんですね。日本へ行けば生で魚が食べられるという意味で、南方の人にとって日本はパラダイス的な魅力を持つ場所だったのかもしれません。そしてその魅力こそが人や文化の伝来を後押しした可能性もあるのです。このように地形が激しく変わったことで、スンダランドに住んでいた人たちの食生活も大きく変わっていったと考えられます。そしてそれまで以上に人々の生活は海に依存するようになったということが想像できます。スンダランドが存在していた頃、人々は平野や河川沿いで陸上の動物を狩り、そこからタンパク質を得ていました。
しかし、その土地が海に沈んでしまうと、同じ量のタンパク質を今度は海で確保する必要が生まれます。低地は浅瀬の海へと変わり、沿岸部にはマングローブの森が広がっていきました。その一方で、ほとんど地形が変わらなかった場所がありました。それが現在でいうインドネシア東部の島々です。これらの島々はもともとが海底から隆起してできた地形で、周囲の水深が深く、マングローブの森が発達しにくい環境にありました。そしてこうした島々と岩に守られた天然のプールのような海域こそが、マグロやカツオといった回遊魚の故郷、バンダ海です。バンダ海はインド洋と太平洋をつなぐインドネシア通過流の心臓部にあたります。この海流はフィリピン東方で分岐して日本の太平洋側を流れる黒潮へとつながっていきます。マグロやカツオの回遊はまさにこのバンダ海を起点として広がり、日本列島は回遊ルートの北限にあたります。つまり日本列島は制御が最も太る回遊の最終地点でもあるというわけです。実際に大型の釣り針や頑丈な森先といった大型の魚を取るための漁具が東インドネシアの島々やフィリピンのルソン島などの紀元前7000年頃の地層から見つかっています。さらに日本列島でも紀元前6000年から4000年頃の房総半島、伊豆半島、紀伊半島で同様の漁具が見つかっています。東インドネシアやフィリピンで見つかる漁具と日本列島で見つかる漁具の間には、その技術や知識が段階を経て発達し、伝えられていくのに十分な時代差があります。ただし、ここで注意しておきたいのは、だからといってそれがそのまま人が大量に移住してきた証拠になるわけではないということです。似た道具が見つかったからといって必ずしも人の移動を意味するとは限りません。しかし一方でマグロやカツオ漁に関する経験や知識そのものはバンダ海周辺で培われ、スンダランドが沈んだ後の海域で発達した航海技術や交易、そして海洋民のネットワークを通して日本列島へと伝えられていった、そう考えると一本の線でつながります。日本で沖合漁が成立し、神話が生まれ、海の向こうから神が来るという発想が生まれた。この一連の流れは決して突飛なものではありません。日本の神話は当時の人々の現実的な暮らしと切り離せないところから生まれています。マグロやカツオの漁は村の熟練した成人男性が総出で挑むまさに団体戦でした。一歩間違えれば船も大切な働き手も失い、共同体そのものが離散するリスクさえあります。しかしその分、一度成功すれば得られる収穫は非常に大きい。日本海側の漁村が比較的小規模だったのに対して、沖合漁を持つ地域では人口が増え、豊かで強い村へと成長していきました。だからこそ日本古来の神話が沖合漁的な発想と深く結びついているというのも納得のいく話なんです。次回はこの沖合漁文化と日本神話についてさらに深く掘り下げてみたいと思っています。ご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。